地方のモデルはイギリスらしいので、ナイチンゲールにちなんでナーストイツが組みたい。ということで、昔のイギリスのナースさんについて調べてみよう。ナースさんって昔のイギリスでは2種類あって、現代でいう病院で患者さんを見てくれるのがドライナースさん、もう一つがドバさんのことをウェットナースさんとかチャイルドナースさんって言ったんだって。ということは、ジョイさんの初代アシスタントであるラッキーってお腹のポケットに卵が入ってるじゃないですか。ドライナースさんとウェットナースさんの両方の特性をかけたナースさんがモデルなのかな。こんにちは、プラムです。今回はナーストイツでランクバトルに潜っています。上から関東代表初代ジョイさんアシスタントポケ枠のラッキー、京都地方代表ハピナス、イッシュ地方代表タブンネ、アララ地方代表キュアワ、ガラル地方代表ニーさん。ナモコムシはあれです。ナースといえば白衣の天使、圧倒的天使のナモコムシが入らないわけないですよね。今回は向こうにキュアワじゃないフェローチがいるので、キュアワから行きます。フォーメーション A です。フェロッチやウーラウスはこのパーティーだとキュアワちゃんを選出しないとノーマルが多いので結構厳しいんですよね。メスの方のイーサンちゃんとかカラス地方のプクリンちゃんとかは別動画で選出しているので、今回は出てない子たちを優先にしました。ジョイさんアシスタント枠の集いで。それでは行きたいと思います。対戦よろしくお願いします。やっぱりフェローチェから来ましたね。美しい。頑張れ今日はこの子はもうそのままドリンキッスで、多分タスキでなければ倒せると思います。帰っていきましたね。聞かれることやっぱり格闘タイプ初手だと多いです。鉄かぐやには全然入らないと思います。本当にちょこっとしか入らない。そして持ち物食べ残しですね。完全回復されてしまいました。どうしようかな。宿り木の種巻いて撤退しようかな。一発は鋼技でも耐えると思う。向こうも宿り木の種でしたね。こっちの外しちゃいましたね。これは仕方ないので、そのままハピナスに交代です。多分次は普通に鋼技打たれちゃうと思うので、身代わりの可能性もあるかもしれない。ラストアカモン。さすが硬い。ハピナスは特防が全ポケモンの中で確か1位だったはずです。このパーティーは鋼出されることが多いので炎技を持たせてます。よーしシュパーヒーダン注射の時間ですよ忘れ技ないけど宿り木の種。よし大バーン。いいダメージですね。やっぱ一撃ではさすがに落とせないんですけれど、これで晴らすこともできたので次のターンにおそらく倒すことはできます。食べ残しと宿り木の種の回復量次で倒せそうですね。入れ替えてくる可能性もあるかもしれないですけれど、大文字晴れを利用してきましたね。でもさすがの耐久力。おーやったー。生拳がね、鉄角矢は重たいので倒せたのは大きいですね。さて次、ペロッチェ帰ってくるかな。帰ってきましたね。ハピナスは
特労高いんですけど、防御はそうでもないので、でもこれ大分するしかないかな。あ、でも飛び人蹴りだったかもしれないから、飛び人蹴りですね。守ればよかったかな。でも、これ、そう、持ち物がね、ゴツゴツメットで、少なくとも相手の助けくらいは物理型でも削ろうって思って。ありがとう、ハピナス。このビーストブーストって特性、本当に恐ろしいですよね。だがしかし、頑張りきらー。今日は特性は、回復系の技を、ほぼ先制で打てる特性なんです。ので、ここで、引いてこない、たすきだとしても5つ目で削れたので、完璧ですね。これは流れ完璧。やったー、今日は偉い。ハッピーナスも偉い。やったー。最後誰だろう。このままゴリ押していきたいですね。あ、9コンでしたね。雪晴らし。多分オーロラベールかな、ここは。でもこの子基本特殊型のはずなので、瞑想を積みましょう。オーロラベール。これは仕方ないですね。生拳でも、あれがあるから、フリーズドレがあるから、ちょっと、今日はあれ倒したいですね。特攻と特防が上がる。いや、本当に、ほぼ先制でドレンキー吸ってるから、もう一回積む余裕ありそうですよね。瞑想。いやー、それは、ちょっと、耐久が確かにない、うちのパーティーには、とても恐ろしいですね。ドレンキーズどのくらい入るかな。でも、オーロラベールがあるから、まだそんなに。ダイマックスも使っちゃったから、一撃必殺をかわせない。どうしようかな。まあ、そんなに当たらない。フラグじゃない。フラグじゃないんですよ。生殺し。いや、PP 増やして、さすがに増やしてるかな。あと6回耐えれば。ランドルスのおじいちゃん、ゴリランダー、ジバコイル、ルージュラー、ミミキュー、アーゴヨン。なるほど。ルージュラーはあんまり見ない子ですけれど、他のメンバーはよくランクマにいる子って感じですね。ルージュラーって何してくるんだろう。生拳はちょっと、ゴリランダーとジバコイルで出しにくそうなので、今回はフォーメーション B の多分に、で、イエさん、ラッキーの、でいいかなの、3匹でいこうと思います。初手誰だろう。対戦よろしくお願いします。初手予想、ゴリラン、いやでも、ランドロスのおじいちゃんで、ステルスロックとか。全然違いました。ジバコイルからでしたね。よし、頑張れ、多分ね。多分ジバコイルは普通に特殊型だと思うので、光の壁を張ります。あ、でも待って、鉄壁ボディプレスとかのかな。よかった、大丈夫ですかね。これだったら光の壁込みで次の10万ボルトも耐えて、リフレクターは張りそうですね。急所とかに当たらなければですけれど。よく言うなら本当はあくびを入れたい気持ちもあるんですけれど、大サンダーでエレキフィールが貼られたらどうしようもないんで。OK ですね。よーし。リフレクター OK ですね。とりあえず2壁貼れたので最低限のお仕事はしましたね。これはさすがにでも足んないと思うので、でも仕事はしましたね。ありがとうだもんね。で、イエスさんにマジカルフレームを覚えさせているので、鉄は溶かすに限ります。頑張れイエスさん。
ーンイーさんのこの着地の時のスッていう手をやるのもいいですよね。オスのイエさん。メスもオスも可愛いですよね。よし。スカーフなのでちょっとダイマックスは微妙なので、マジカルフレームで特殊攻撃も下げることができるので、あ、でもちょっと迷ってる。これは帰っていく可能性もありそうかね。特性なんだろう、頑丈だったらどちらにせよ1回は耐えられちゃうと思うんですけど、普通に多分マジカルフレーム耐えるんじゃないかな。全然耐えてますね。ここが下がる10問ブルと壁がいい仕事してますね。これで次では倒せそうですけれど、こらえる、相手がダイマックスしてる時以外にこらえる、あれかな、木の実系かな。耐えるじゃない、こらえるでもあ、でも木の実じゃない。のみ、なるほど。抵抗です。あ、よかった。ちょっとヒヤッとしたんですけれど、2段階マジカルフレームで下がってますし、あれですしね、壁もありますし、タブミちゃんが頑張ってくれたんで、とりあえずジバコイルはなんとかなりました。ルージュラ、これはでもちょっとありがたいですね。多分スカーフだとしても抜いてますよね。この子もスカーフなので今マジカルフレームしか打てないのでありがたい。タイちゃんみたいな。何してくるんだろうこの子。特攻がさ専用技だっけ、悪魔のキス。いや、ヒヤッとしましたけど、命中率70くらいじゃなかったっけ。マジカルフレーム、よかった。あれですね、ワンチャン狙ってきた感じでしたね。オッケーオッケーオッケー。あ、でも壁とサイコフィールドなくなっちゃいましたね。最後のポケモンスタイル引いて、もう一回、ゴリランダー。ゴリランダーか。相手まだダイマックス切ってないですもんね。マジカルフレームの通りはいいんですけれど、普通にこれは入れ替えた方がいい気がしますね。剣の舞とかの可能性もあるかな。でもよし、頑張れラッキー。普通にダイマックスしてきましたね。まあでもこのメンバーだったらゴリランダー確かに出てきますよね。ナモコブシがナモコブシがゴリランダーに何匹倒されたことか大悪、あ、なるほど、イさんエスパータイプもね、エスパーノーマルなんで。でもこれは OK ですね。入れ替え大正解です。特攻は下がってもこの子物理だと思うので、ゴリランダーはリフレクターがなくなっちゃいますね。でもこれ多分草技でも耐えると思うので甘えます甘えるがあるので物理ポケモンにもなんとかなるラッキーなのです。特防を上げてきましたね。そっか、最後はイエスさんだから。いやあ、でもさすがのラッキーの耐久ですね。ハピナスは特防って感じなんですけれど、ラッキーは進化の奇跡を持ってるのでどちらもかなり固めなはずですどうしようかな。卵海で甘えるしたんで、おそらく次の攻撃も普通に耐えてくれるはずなので、ダイヤーズ特防が2段階アップなので、ちょっとイエスタンまで行くと厳しそうなのでラッキーで倒したいですね。卵海ポコンオッケーですね、オッケーですね。グラスフィールド込みで全開ですね。オッケー、ダイマックスを枯らすことができた。よかった。ただスカーフがあってもこの子は
先制技してくるので、まだマイルで落としたい。叩き落とすか、大学叩き落とすか。奇跡が落とされちゃいました。でも、ことすでに落とすのは遅しなのではなかろうじゃないでしょうか。甘いルが2回してるんで4段階攻撃が下がってるんですよ。ので、地球投げでちょっとでもダメですよ。あ、外してくれた。10万馬力どのくらい入るかな。地球投げはね、確かレベルだったよね、レベル。だから50ダメージずつ固定で与えることができる技です。癒しの願いもあるので、回復させることもできるんですけれど、ラッキーですね。10万馬力もそんなに入ってないから、これはでもラッキーで倒せるそうなんじゃないかな。グラスビールもなくなったので、ラッキー硬いですね。剣の舞してきましたね。それでも2段階下がってる状態のはずなので、地球投げゴリ押せそうじゃないですか。もう一発。よーし、とどめの地球投げオッケー。ナースさんなのに、ナース統一なのに、かなり脳筋な戦い方しちゃいますね。武闘家ナースさんでした。大変ありがとうございました。と、こんな感じでした。ナース統一も対ジョイさんのアシスタントポケモン統一みたいな感じになってましたね。全体的に耐久が高くて硬い子が多くて、試合結構取ったのにどれも試合時間が長くなってしまって、10分を超えていない試合を取るのがこれ一番大変でした。ジョイさんのアシスタントポケモンの観点で言ったら、赤緑に初登場したプクリンが XY のカロス地方の枠だったことを考えると、いつかナマコムシがジョイさんのアシスタント枠として使われる地方が出てきてもおかしくないかもしれないなって思って、専用技は浄化ですし、歴代アシスタント枠に漏れずにちゃんと回復技も覚えてますしね。最後まで見てくださってありがとうございます。楽しんでいただけていたら、チャンネル登録とグッドボタン、あと Twitter とかもやっているので、よかったらフォローお願いします。そしてコメントもとっても嬉しいので、どうぞよろしくお願いします。ではでは。